お前さんは幸せか？第一章第三話。人食いじじい呼び合う者。原作語り春美月。目の前の崩れかけた家の周りだけが少し木々が遠慮して避けたかのように開けていた。板壁も戸板も腐っているようで、あちらこちらと至るところが欠けていた。人が住んでいるとは到底思えないような古い家。なぜだ？さっきまでそこには木々が密集していたはずなのに。一脈一脈鼓動を大きくさせる心臓が急激に三郎の言葉を思い出させた。ここは、そうだ、人食いじじいの住処に違いない。逃げなくちゃ。しかし、何たることだろうか。五郎太の目の前には今にも崩れそうな戸があった。五郎太はすでに引き戸の前まで歩み寄っていたのだ。いつの間に。逃げたいと思う気持ちとは裏腹に、五郎太は古びた家の引き戸から目が離せなくなっていた。今すぐ走って逃げ出したいのに、足が動かない。いや、違う。足が勝手に動いている。それも逃げたい方向ではなく、人食いじじいの住処へ向かっていた。そして無意識のうちに五郎太の手は操られたかのように、家の戸を叩いていた。その手は震えていた。なぜ勝手に体が動くんだ。すでにところどころ板の剥がれ落ちた戸がズズズと不気味な音を立ててほんのわずか横に動き、五郎太はひっと息を飲んだ。よほど古いのか、木くずがパラパラと地面に落ちた。開いた戸の隙間から見えるものは闇だけだった。そこへ白い手が、魚の干物のように干からびたシワだらけの手が浮いていた。ゆっくりと手招きしている。お入り。聞き逃してしまいそうなほどしわがれたかすかな声。五郎太は身動きが取れなかった。また少し戸が動いた。お入り。もう一度しわがれた声が呼びかけた。五郎太の足が動いた。操られているかのように、一歩、また一歩と家の中へと足を踏み入れ、戸を閉めた。家の中も真っ暗だった。あれほど板壁や戸板が崩れていたにもかかわらず、外からの光が隙間を埋めるように差し込むこともなかった。
絡みつくような闇だけの空間。それなのにおかしなことだ。老人の姿だけがまるで自身が光を放っているかのようにほんのりと青白く浮かび上がっていた。老人は床に正座したままピクリとも動かない。うつろっとした目は膝の上に結んだ両の手を見つめていた。まるでその老人はここしばらくずっと何も食べていないかのように痩せこけ、薄くまばらな白髪は枯れた草の根を思わせた。老人の首がゆっくりと斜めに動き、五郎太を見上げている。瞬き一つさえしないおぞましい目が今、五郎太を見据えている。この人はなんて目をしているんだろう。憎しみも喜びも、怒りも悲しみも、ぬくもりさえも秘めていないように見えた。お座り。老人が口を開いた。五郎太は老人から目が離せなかった。老人も五郎太から目を離さなかった。気がつくと五郎太は老人と向かい合うように膝を折って座っていた。小アッパが一人よく来た。五郎太は再び息を飲んだ。おじいさんは、飛び出た自分の声に驚き、五郎太は一度言葉を飲み込んだ。老人はまるで置物のように五郎太を見つめている。おじいさんは僕のじっさまの言っていた人食いじじいか？膝の上に握りしめた拳の中がじっとりしていた。爪が手のひらに食い込む。不気味なまでに寒気がするのに、額からは妙に汗がにじみ出ていた。じっさまが言っていた。この山には人間の魂を食らう妖怪がいると。声が震えた。いや、声だけではなかった。全身が何かの気配に怯えているようだった。老人の無、それを漂わせる空虚な瞳。シワだらけで生きているのが不思議な要望。外見だけではなく、まるで老人の発する見えない何かが五郎太を包み込んで離さないかのようだ。五郎太の体は呪縛から解放されずにいた。逃げられない。そうさな。ちょうど今考えていたところだ。お前さんの魂を食らおうか、どうしようか。人食いじじいの目が五郎太の目をじっと見ていた。まるで瞳の奥にある心の中を見透かそうとしているようだ。お前さんは幸せか？五郎太はぎくりとした。息が荒いだ。僕。三郎の言葉が
五郎太の頭の中に響いた。いいか、皆の者。人食いじじいは幸せな人間の魂を食らう。決して食わせてはならんぞ。忘れるな。決して人食いじじいのことを忘れてはならんぞ。決して。僕。張り詰めた緊張の糸がピーンと張った気がした。五郎太の頭の中は真っ白になった。かと思えば、次々によく知っている人たちの姿が思い浮かんだ。小さい頃に亡くなった父の大きなゴツゴツとした骨ばった手。家事をせっせとしている母の後ろ姿が呼びかけると笑って振り返る。いつも鶏の頭を追いかけていた村長。隣に住む咲と犬。家族よりも牛を愛していると自負していた牛飼いの吉蔵。いつも優しい村医者の顔。そして、いつだって五郎太を守ってくれ、たくさんのことを教えてくれた三郎。その三郎が五郎太の頭の中で口を開いた。それは今まで忘れてしまっていた遠い過去の記憶だった。幸せが何か、わしは時々考えてしまうのだよ。三郎が小さな五郎太に語りかけてきた。そうだ、確かこれは父さんが死んで少し経った頃だ。幸せとは何かで測ることのできないものだ。何が幸せかなどと考えること自体が一番の愚かなのではないか。富や名声があれば幸せか。愛する者がいれば幸せか。生きていることが幸せか。いや、そうじゃない。死ぬことが不幸だとはわしは思わん。富や名声がなかろうと不幸だとは思わん。愛する者がいることは確かに幸せなのだろう。しかし、わしは思う。あるがままにある。それだけでいいじゃないかと、わしは思うんじゃよ。幸か不幸か、一括りにできるほど安易な人生を歩むやつはきっとおらん。三郎はどこか遠くを見つめながら語っていた。わしはいつも急にこのことばかりが気になってしまう。何か遠い昔に忘れてしまったことがあったような気がするが、全く思い出せない。忘れたくない出来事だった気がするのに、思い出せないのだ。なんだか寂しいの。そして五郎太の顔を見て微笑んだのだった。小さなお前さんに話しても仕方のないことだったな。そう言って五郎太の背中をポンポンと優しく叩いた。それでもお前さんに話しておきたかったのじゃ。そうだ。僕は知っていた。じっさまが教えてくれていたんだ。もしも僕が幸せだと言ったら、人食いじじいは僕の魂を食らうのだろう。じっさまが
決して食われてはならないと言っていた。だけど、僕には僕の人生を不幸だなんて口が裂けても言えない。言えやしないんだ。五郎太の目から涙がこぼれた。五郎太はだんだん目の前に座っている廃れた老人に自分の大切な思い出を汚された気になってきた。死にたくない。でも、自分が不幸だと言って生き延びて、この先、僕は幸せな時間を守れるだろうか。自ら過去を傷物にして、きっと僕は自分自身に、そして人食いじじいにも負けてしまう。僕は、五郎太はまぶたを閉じた。人食いじじいは、それでもまだ五郎太を見つめていた。僕は、幸せとか、幸せじゃないとか、どうでもいいんだ。五郎太はまぶたを閉じ、自分の死を覚悟した。一体、死とはどんなものなのか、五郎太には想像することもできない。それでも、恐怖の中に一つの覚悟を決めたのだ。何かがはっきりと鮮明になっていく感覚だった。答えられない。答えられるわけがないんだ。幸か不幸か、どうして決められよう。楽しいこともあった。悲しいこともあった。幸せだと思う時もあれば、不幸だと思う時もあった。幸せだと思える時は、まるで自分の人生すべてが輝いて見えた。不幸だと思う時は、そのすべてが崩れていくような気がした。ああ、人はどちらも持っているじゃないか。どちらかに決められるものじゃない。たとえここで人食いじじいに魂を食われようと。しかし、いくら待っても何も起こりはしなかった。そして五郎太はついに目を開けた。再び視界に映った人食いじじいは、もう五郎太を見てはいなかった。その視線の先には、老人のようにカサカサと干からべた座敷があるだけだった。お前さんの心、しかと見せてもらった。急に五郎太には、人食いじじいがとても疲れてるかのように見えた。その姿には何の覇気もなく、先ほどまでの不気味な空気が嘘のようだった。人食いじじいはそっと立ち上がると、五郎太に背を向けて足を引きずるように暗闇の奥へと行こうとした。僕を食べないの？五郎太は遠慮がちに聞いた。しかし、その問いには答えずに、人食いじじいは鼻をふんと鳴らしただけだった。構わず五郎太は続けて聞いた。どうして？五郎太の中に不思議な好奇心が溢れ出した。
恐怖の気配が消えたのと、思いもよらぬ展開に心を奪われてしまった。人食いじじいは立ち止まり、もう一度鼻をふんと鳴らした。そんなに食われたいか、小わっぱ。そう言うと、人食いじじいはかすかに振り返り、五郎太を目の端に捉えた。思わず五郎太は首を真横にブンブンと振った。人食いじじいは三度目のふんを吹き鳴らすと、部屋の奥へと闇に紛れていった。五郎太は胸をなで下ろした。闇の中からカチャカチャと音がし、ついでコポッコポッと奇妙な音が聞こえた。小さな雑音を押しのけて、人食いじじいの声が五郎太に向かって飛んできた。お前さんの連れ人はどうする？五郎太はあっと息を飲んだ。そうだ、さき、あいつを探さないと。五郎太は慌てて戸に向かって走った。だが、二歩進んだところで、人食いじじいの言葉に違和感を感じ、踏みとどまった。どうして、どうして、僕が他の人と山に入ったことを知ってるの？五郎太は振り返りざまに聞いた。嫌な予感がした。目を凝らすと、なんとか人食いじじいの姿を確認することができた。わかる。お前は我らの世界に足を踏み入れた。それもわしの縄張りだ。そしてその女子も。人食いじじいが腕を伸ばした。五郎太の心臓が激しく打ち鳴った。何かを操るかのように、人食いじじいの指先がゆらりと空をなぞったように見えた。五郎太はたった今出て行こうとした戸を見つめた。金縛りなのか、それとも五郎太の足が麻痺してしまったのか、動くことができずにめまいがした。戸を叩く音が暗闇の奥で五郎太が戸を叩いた時と重なる。ほとんど何も見えない闇がぐるぐる回っているかのようだった。闇の中でかすかに何かが見え隠れした。うっそうとした山の木々、廃れた家屋、山に入っていく銀太、野いちご、腐った戸を叩く拳、ズズズと戸板を引く音がした。お入り。枯れた手が、浮いた手が見える。五郎太は闇に飲み込まれ、気を失った。五郎太の母と、先の母親が泣き崩れる姿が見えた。二人の前には、小さな体が二つ、折り重なるように、くたっと崩れている。泣いているのは、二人だけではなかった。三郎がいる。死んだなんて
やっぱり嘘だったんだ。いつものいたずらだったんだ。でも、どうしてみんなは泣いているの？そこに倒れているのは誰？五郎太は二つの小さな体が仰向けになっていることに気づいた。どちらも五郎太と同じくらいの年齢で、いや、まさか。一人はサキだった。血の気の失せた顔、過ぎゆくはずだった時間を壊された瞳は、恐怖に見開かれたまま輝きを失って、そしてもう一人は、ああ、僕は死んでしまったの？突然、女の子の悲鳴が聞こえた。すると、死んでいる五郎太の顔がピシッとひび割れた。五郎太ちゃん、五郎太の兄ちゃん。五郎太の体がゆすられていた。はっと起き上がってみると、サキが目の前にいた。不安そうな表情をして五郎太を覗き込んでいた。生きている。サキ。君は、いや、僕は？五郎太は目をこすった。すると、顔も手も汗でびっしょりなことに気づいた。それを見て、サキがわっと泣き出してしまった。泣き声に混じって、途切れ途切れに五郎太の身を案じるような言葉が聞き取れた。気を失っていたのだ。背後からしわがれた声が聞こえた。振り返ると、人食いじじいが気配もなく、すぐ後ろに座っていた。人食いじじいの傍らに、盆の上に湯飲みが2つ並べられていた。その一つを人食いじじいが手にし、五郎太に差し出した。さあ、茶だ、飲め。五郎太はほうけたまま湯飲みを受け取った。湯飲みの端が少し欠けていた。今のは、夢？五郎太がつぶやいた。人食いじじいはもう一つの湯飲みを泣きじゃくる先に手渡していた。そちらの湯飲みは欠けてはいなかったが、小さなひびが入っていた。サキは湯飲みを両手で持ち、泣き止もうと頑張ったようだが、意に反してさらにおえつが増した。サキ、大丈夫かい？五郎太は空いた左手でサキの背中をさすってやった。するとサキはおえつを漏らしながらもなんとかうなずいた。それを見てほっとした五郎太は湯飲みから茶を一口すすった。だが、思わず吐き出しそうになってしまった。口の中に流れ込んできたものは生温かく、ねっとりと舌に絡んだ。ほんのり苦く、生臭さの中に少しだけ甘酸っぱさがあった。なんとも奇妙な味だった。五郎太が飲み込むのをためらっていると、目の前でもサキが湯飲みを口にし、一気に顔色が急変したと思ったら、すぐさま湯飲みに戻してむせてしまった。五郎太も我慢できずに、同じように湯飲みに吐き戻した。バシャッ
という音ではなく、ドポッという嫌な音がしたことにぎょっとした。人食いじじいはそれを見ても一切表情を変えなかった。湯飲みの中を覗き込んでみると、ぬめぬめした液体が溜まっている。五郎太は、昼が液体化すればこんな感じなんだろうと気持ちの悪い想像をしてしまった。五郎太は何も言わずに、盆に湯飲みを返した。人食いじじいが何も言わないことを確認すると、さきもそれに倣った。この気色悪いお茶のおかげで、さきの涙もさっぱり止まっていた。人食いじじいが無言のまま盆を持って奥へと引っ込むと、戸の方からバターンと大きな音がした。腐った戸を壊してしまいそうなほどの勢いで、奇妙な緑色の生き物が飛び込んできたのだ。五郎太とさきは驚きのあまり壁際まで退避した。じじい、水これ、水だ。緑色の生き物はキーキーと甲高い声で叫び、仰向けに床に転がったと思えば、細い手足をバタバタと激しく床に弾ませた。せわしく、水これと叫び続ける口は大きく、閉じられたまぶたはカエルのようにぽっこりと飛び出していた。じじい、死ぬ、水だ。ついにはうつ伏せになって赤子のように暴れ始めた。開いた戸口から漏れるわずかな光が照らし出したその生き物には、よく見ると手足の指の間に水かきがついていた。枯れた花を思わせるように髪は少なく、頭にはなんと甲羅のようなものがあった。カッパだ。カッパか。ほれ、水だ。人食いじじいが水の滴るひしゃくを手に暗がりから出てきた。五郎太はさっきのお茶を飲まされるくらいなら普通の水が欲しかったと頭の隅っこで思った。カッパはついに叫ぶ元気をなくしてしまったらしく、ひいひい言いながら頭の皿を何度も激しく指さした。人食いじじいがひしゃくから水を垂らすと、不思議なことにカッパの皿は一滴残らず吸い込んだ。助かったー。ため息が皿から湧き立った。なんと湯気だった。五郎太とさきが呆然とその様子を見守っていると、カッパが二人の存在に気づいた。なんだ、人間か。じじは食事時だったか。邪魔したな。それ、気にせず食ってくれ。五郎太とさきは思わず顔を見合わせた。そんなこともお構いなしに、カッパはあぐらをかいて、頭をひょこひょこ左右に振り、歌うように言った。それ、ずーんと一気にいっちまえ。人食いじじいはひしゃくを持ったまますぐに奥へと戻り、再び水を汲んでカッパの隣に立った。今は食わん。カッパは人食いじじいからひしゃくを受け取ると、首を傾けて見上げた。なんだ、すでに満腹なのか。カッパは一人納得したらしく、首を何度も上下させ、少しだけ皿に水を垂らした。誰も食わせはしない。五郎太が一
歩前へ乗り出した。ん？なんだ？僕が村のみんなを守るんだ。誰も食わせたりするもんか。えらく強気な子供だな。ま、好きなだけ抗うがいい。ひしゃくを床に置くと、カッパはくてっと大の字に寝そべった。五郎太ちゃん。サキがクイッと五郎太の裾を引っ張った。大丈夫だ、サキ。五郎太は力強くサキをなだめた。それを横目に見ていたカッパは、どうにも懐かしい感じがしてならない。なんかこの子供、誰かに似てるぞ。誰だっけ？そんなことを考えていると、突っ立ったままだった人食いじじいは、再び無言なまま奥へと引っ込んだ。じじいが食った人間の中に似てるやつでもいたのかな？カッパは五郎太と人食いじじいのいる暗闇とを交互に見つめた。人食いじじいは何やら片言と音をさせたと思えば、何かを手にして静かに五郎太の前に立った。五郎太に差し出された骨と皮だけの手には、不釣り合いなほど美しい紫水晶の原石が乗っていた。あたりが暗いのにもかかわらず、くすむこともなく、それは不思議な光を放っているように見えた。お前の祖父、三郎が持っていたものだ。持っていけ。あ、三郎か。カッパがガバッと起き上がった。五郎太が誰に似ていたのかを思い出したのだ。五郎太は驚いて目を見開いた。じっさまを知ってる？あ、そうか。じっさまは人食いじじいに会っていたんだった。カッパもじっさまと会ったことがあるんだろうか。受け取れ。これを持っていれば迷わず里に帰れるだろう。恐る恐る五郎太が受け取ると、手のひらに収まるほどの大きさの紫水晶の原石は、ひんやりと手のひらを転がった。サキも五郎太の後ろから頭を突き出して覗き込んだ。お前、あの三郎の孫ってか。じっさまを知っているの？五郎太は聞いた。しかしカッパはそんな言葉は無視。五郎太をまじまじと観察し始めた。しかし、大して観察できないうちに、人食いじじいが二人に帰るように促した。今から戻れば、昼9つには村に着くだろう。もうそんな時間？五郎太は驚いた。サキ、急いで帰らないとみんなが心配する。サキは五郎太の裾をぎゅっと握りしめると、今すぐにでもここから離れたいと言わんばかりに強くうなずいた。五郎太は人食いじじいを見据えた。ありがとう。でも、僕の村の人たちは誰一人として食わせたりはしないから。そう言って、サキの手を引き、カッパが開け放したままだった戸口に立ち、サキを外へと誘った。そして、人食いじじいを振り返って、にっこり笑ってみせた。またね、じっちゃん。五郎太が戸を閉めると、カッパがケケケッと笑った。じっちゃんだとさ。
カッパは柄杓を手にし、皿にまた少し水をかけた。あいつ、あの三郎の孫か。変なやつめ。カッパはなんだかおかしくて仕方がなかった。しかし、それと同時に奇妙な点に気がついた。ちょっと待て。じじい、三郎のこと覚えてるのか？人食いじじいはそれには答えず、ただ戸口をうつろな目で見つめていた。今まで覚えてた人間いなかっただろう。おいじじい、なんとか言え。何の反応も返さない人食いじじいを見て、カッパは一人首をかしげた。どうなってんだ？人食いじじいの家を出た五郎太は、数歩も行かず、改めて紫水晶をその手にかざした。濃い紫の結晶からほとんど白い結晶までが何の変哲もない石を根城に生えているようだった。サキも一緒になって眺めていると思わずため息がこぼれた。綺麗ね。うん。じっさまが持っていたものか。五郎太はちらりと人食いじじいの家を振り返った。しかし、そこにはもう、あの崩れ落ちそうな古い家は、跡形もなく消え去っていた。